どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。夏休みの宿題をギリギリになってしまったあなたのために時を止める人、さやです。優しい。すんごい、もう世界中の小学生からでしょ。小3の声が来た。でも一人のために時間を止めたら他の小学生はさ、あ、そっか。そうだよ。だって勝手に止まっちゃうからね。急に止まっちゃって結局絶望がしばらく経ってから訪れるだけか。一人のためだけ。一人のためだけにしか、でも世界ってそういうものだから。まあそうね。はい。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。優しくしてくれないと解ける。メンタルソフトクリーム。ほんとわかる。でも結構こっちの方が好きだな。いつもより多めにガオをしております。かわいいこれ。かわいい。手が多すぎる。虫。クマムシみたいな。ガオポね。手の感覚違うし、こっちとこっち。ガオポ。きれい。ということで今回やっていく企画はこちら。パントントントン。言い切れよリズムや。コブじいさん。100均画材2025。というわけで、はい、100均に行ってきましたー。どうしたの？なんでそんなテンション高いの？びっくりしちゃってダメなの？いいけどここでそんなテンション高いことなくない？分かった、めっちゃ下がるわ。下がりすぎだろ。100均行ってきたよ。紙皿買ってきた。以前ね、だいぶ昔ですよこの動画。いやそうだね。100均画材でダイソーの画材でお絵かきみたいな動画を、なんか最近の100均がすごいらしいという噂を、お噂は金がねって感じだったんですけど、いやなんかもうどんどんなんていうかさ、DIY とかさハンドメイド系のさ、商品がめちゃくちゃ増えてるっていうのはさ、そう聞いてるんですけど、なんかね本当に100均で画材買ってないんで、特にね理由がないと最近はその100均で画材を買おうっていうねあれにもなってなかったんですけど、そうだね。とあるコメントいただきまして、はい、夏目さんちの動画を見て100均画材を買いに行きましたって、娘と一緒に買いに行ったんですけど、100均に夏目さんちが出してたその動画が昔すぎて今売ってる画材がないやつもあって、それで娘さんが泣いちゃったっていうお話を聞きまして、なんか本当にごめんっていう気持ちになって。確かにね、しばらく出してなかったね。そうなんですよ。で100均って結構入れ替わり激しいじゃないですか。いや激しい。だから、今回ちょっと新たにまたね今の最新バージョンをちょっと仕入れて100均画材で楽しくお絵かきをしていこうじゃないか。なので今回2025ということで、で今回はセリアと、ダイソーで買ってきました。とんでもない量ありましたね。ねえ、いろいろあった。じゃあまずちょっとね買ってきた画材を紹介していければと思います。板です。板ですね。もう一個板買ったんですけど、こちら300円の板ですね。でもう一個板買ったんですけど、これはパレットですね。パレットだね。これは200円で、まあこの辺はいいじゃん。でこれもパレットを売ってたんで、まあこの花形パレットでしょ。花形ちっこいのもついてる。で色鉛筆、水彩絵の具、画用紙ですね。これも持ち運べる絵の具なんで一応水彩か。これがオイルパステル、色鉛筆でしょ、筆ペン、カラー筆ペン、アクリル絵の具ドンドドーン。でも100均にこんだけ色揃うから、そうすごいね、いっぱいあったね。なんか前より全然アクリル絵の具の色が増えてましたね。じゃあまずダイソーはこんな感じ。こんな感じで、そしてセリアなんですけど、こちらセリアマジでセリアすごかった。ダイソーもすごかったんだけど、セリアがなんか進化しすぎててちょっとビビりました。これはまあ普通にキャンバスで、キャンバスボード、キャンバスはまあ前からあったと思うんですけど、とりあえずまずさやが好きなやつでしょ。そう助かる。固形水彩、これ大好きなやつで、見て、白の筆ペン、イラストのハイライトだったよ。じゃあこれは油性か。そうだからこんな用途のもあるんだと思って。あと見て、これつけペンセットみたいなのが売ってて、初めてのつけペンが100円で揃うってこと？そう、これがそのインクですね。インクだね。つけペン用インク。これは画用紙ね。万年筆が出てきた。なんとねガラスペンも売ってて、であとはアルコールマーカー系ね、すごいいっぱいありました。パステルカラーの水彩絵の具、水彩パステルだって。でこれはアクリル絵の具ね。よく見たらなんか2種類になってた。アクリルカラーとアクリルガッシュの2種類ある。でもなんかさ、色味がさちょっとくすみ系だね。確かに DIY とかで使える感じの。これちょっと別動画でやろうと思ってるんですけど、セリアねこれの他に縫いカツとかドールみたいな、ドルカツっていうんですか、
グッズがめちゃくちゃあって、でちょっと気になったんでドールも買ってきたので、それはまたちょっと別の動画でやろうかなと思います。ね、いやすごかった、めっちゃ楽しかった。これお店見に行くの、とりあえず100均今これダイソーとセリア合わせて、おそらく1万くらいかな、1万5,000いかないぐらい、ちょっとドールも買っちゃったからそれも入ってるんですけど、1万5,000いかないぐらいでこんな大量に買いました、ということでもうたっぷり画材はあるんで、今日はこの後100均画材を使って、シャーペンと消しゴム以外は、今回は100均画材で全部やってください。かしこまりました。セリアとダイソーの画材だけでやって、使ってみてこれ良かったよっていうのが最後にお互い発表できるそうだね、いう感じです。じゃあいっぱいいろんなの書いていくってことね。そうですね。とにかく落書きをたくさん書く楽しい回でやっていきますので、皆さんもぜひ気になるのだったらお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、ということでとりあえずセリアとダイソーの画材で好き放題お絵描き、ちょっといろんなものがね、今紹介したのでなるべく全部使いながらやっていきたいと思います。参りましょう。何それ？これがダイソーの画用紙です。そんなもん買いました。そうか、さっきあった。じゃあ一旦これ書いてみるね。くれよ。でもこれなんかこういわゆる画用紙。もう本当に何の変哲もないね。そう、子供の頃からよく使った感じの。多分ね、この紙は水彩にするとパヒョンパヒョンになってしまいそうなので。これ水彩むずそうだね。普通のマーカーペンとか良さそうだね。そうマーカーで使うようで、これでいこう。でも昔100均よく行ってたよ、ほんと100円握りしめてさ、お菓子だけ買いに行ってた100均で、今日は200円あるからこのポーチ買っちゃおうかなみたいな感じでさ、100均ってそういう場所だったんだね。だからもうめっちゃそういう感じだった、自宅とおばあちゃん家の間くらいに100均が1個あったの、でよくおばあちゃん家行ってたから、でおばあちゃん家行くとたまにほらお小遣いもらえたりとかするじゃない、でそうするとちょっと100均寄って梅干しのお菓子1個買って、で今日はなんかおばあちゃんから500円もらってたからポーチ買っちゃおうかなとか、布製品にすげえ惹かれがちだったんだよな当時。そう懐かしい。100均で言うとさ、ちょっともう一個別で気になってるのが、スリーコインズってどうなんっていうので。スリコか。そう、なんかみんなスリコ行くやん。スリコ超楽しいやで。そうスリコもみんな行くじゃん。スリーコインズとかあんまり分かんないんだよね、ずっと行かないからさ。スリーコインズはなんか安いから楽しいとかじゃないの、なんかあるから楽しいの。でもなんかやっぱさ、新しいものに触れられるみたいなのがあるのかね。そうなんか別にめちゃくちゃ欲しいものがあるってわけじゃないの、見たいの。そういうことね。そうだから100均もそう。でもなんか100均もさ、常々さよく世間では言われてますよ、100均の入り口には記憶喪失。前のね100均の動画でも言ってたね。そうカルディとそう100均の前にはなんかあるじゃん、こう万引き防止のさ、ゲートね。ゲート立ってるじゃん、センサーが働くやつだ。そう、あれ入る時に記憶も失う機能も備わってるって多分そう世間では有名だと思うんだけど。有名なんだ。そうなんかさ、子供の頃はそれこそさっき言ったさ、なんかこのポーチ買っちゃおうかなとかさ、めちゃめちゃ必要なタイミングじゃない時でもさ、なんか魅力的に思えて買っちゃったりとか子供の頃してたの。そうだけどさ、今はさ相変わらず激安店舗が魅力的なのは変わらないんだけど、魅力的に思えるものが変わったなっていうので。何買うの？普通になんかさや何買ってんの？100均とかスリーコインズって。使い捨てのやつ、綺麗になるやつとか。でも確かにそういうのは買ってるかも。なんかお掃除楽になるやつとかさ、ここにテープ貼っとくと掃除楽だよみたいな、そういう商品ばっかりさ、私魅力的になっちゃってさ。大人になったね。大人になっちゃったなっていろんなキャラクターとのコラボもあってさ。確かに。なのに私はそういうキラキラしたカラフルな商品じゃなくて、掃除が楽になるテープばっかり見ちゃうんだ大人になっちゃったな。あとさ、すごくどうでもいいんだけど、自分の言うなんとかでさのさが気になりすぎて会話に集中できない。ちなみに僕もめっちゃ今気になってる。さやなんか一瞬止まれなくなるんだけど、言い過ぎなぐらい最近マジで言ってるよね。そうだよね。私もなんか今一瞬心の中でやめてさや、もうさって言わないでそれでさってまだ出ちゃったさがって心の中でなんかさ自分でも言ってる。体と心が乖離しすぎてて、今もう脳みそ3つぐらいあったもん。さって言わないでさやって言うとさ、言うさやとさって言っちゃうさやと、その100均の話をし続けるさやっていうのでいっぱいいて、言い過ぎだろ。今心がぶっ壊れそうだったよ。全然使えるよこのつけペン。楽しいよ。ガスガスいってるのいいね。使い捨てるぐらいの気持ちいってるから結構もうガスガスいってるよ。ね、見て、女装男子。これ女装男子だよ。
ね、私が好きな女装男子は自分が可愛いって思ってる男の子が女装してるわけでもなく、はい、一番好きなのは、あ、分かったよ、じゃあやるかっつって無クラスのね感情でそうやらされちゃうんだけど、うんでもそれはなんか似合うとか似合わないとか、まあどうせ似合わねえけどまあいいよ俺やるよみたいなぐらい無感情でやってくれる男子が一番好きです。そうなんで、その後は、その後その後はその男子はどうなったの？その後はそういうやつに好きな女の子はいない最近そのゴールデンゴールドを読んでて、はい、ゴールデンゴールドっていう漫画に出てくる及川くんが、さざ波のような男の子じゃない、あのタイプの感じのゴールデンゴールドの例え話にして説明しないで済むのは無理があるっていやだからなんていうか、なんか全然目立たないけど、いいやつだよねっていう枠が好きなの、だから結構地味、別になんかめちゃくちゃスポーツができるわけでもなく、成績も中の中、真ん中ぐらいでクラスの端っこでいつも 3人ぐらいのいつもメンバーと笑ってるみたいな感じの子が急に女装させられて、そいつのことが密かに好きな女の子が密かに湧いてるみたいなのが好き何何これダイソーの紙だっけ？これダイソーの紙です、これちなみにさ、このガラスペン用インクいっぱいあったけど、いろんな色でペン入れできちゃうわけだじゃん。これでつけペンで多分みんなガラスペンでやればって思ってると思うんだけど、つけペンが楽しい、でもつけペンでしょ。ガラスペンも楽しいけどね、ガラスペンの方が気軽か、よりつけペンより。どっちの方が気軽なの？これすごいまんまなんだけど、イラストレーションアルコールマーカーって、これセリアの、てかなんかセリアなんかね、マーカーの種類ありすぎてんこの3種類全部セリアなんですよね。待って、銀ちゃん同じやつ2本買ったな、でも肌系のスキントーンはいっぱいあってもいいんじゃない？どうですか、そんなマーカーは？アルコールマーカーすごくめっちゃ良さそうだね。全然良さそうだね。なんか何の全然問題がないです、何のあれもなく良さそう。はい。でちょっともう一個気になるのがね、これなんですよね。これもセリアのホワイトブラッシュペン。ホワイトなんだと思うんだけど、どの程度ホワイト？あ、嬉しい。こういうタイプね。上に乗る系？上に乗りますね。こういうので雑にね、溶ける。インクを溶かしていく。てか思ったより溶ける。これでも紙の性質かわかんないけど、インクが結構ジューっていくので、紙の性質じゃないこれ？だってアルコールマーカー用ではないもん、ね。そうおそらく多分ね、結構たっぷり入ってる系だから、ちょっと筆圧で調整しながら書くといいかもって思った。楽しいね。やっぱさ、このいろいろ画材爆買い企画の何がいいってさ、ただの落書きなんだよね。そうそれが何よりで一個ずつさ、完成させないという逆の。そう完成を、まあでも完成はさせるんだけど、いつ終わってもいいよみたいな、それゴンさんのゆるいバージョンみたいな、もうこれで終わってもいいじゃなくて、いつ終わってもいいすごい逃げの姿勢の方逃げの姿勢すぎる、これもセリアの、さっきさやが使ったのこれ？そう結構さ、インクドゥーンってならない？結構確かにじゅわりじゅわり、そうじゅわりじゅわり。結構いいな。そう全然いい、めっちゃ。こっち使った？細いやつ。どっちも使った。どっちも使った？これ細いのめっちゃいいね。セリアいいっすね。なんかさ、昔それこそだから僕たちが動画出した頃の100均のアルコールマーカーって正直ちょっと微妙なのもあったじゃん。そうだったね。色が結構ドンドン赤ドン青ドンみたいな。時を経てねあれしていくんですね。あと1個あれなんですけど、このガラスペンインク溶けないですね。マジ？でも溶けてないよね、ほら。ほんとだ。耐水かこれ？乾いたら染料インク。そうかも。これ朗報です、皆さん。セリアで売ってるこのイラストレーションアルコールマーカーと、このガラスペン用って書いてあるこのカラーインクが乾いちゃえば、見てほら干渉しない。そうで、あと1個今面白いことが起きてるんですけど、このカラーブラッシュペンが見て、にじむと青くなる。どういうこと？カラーブラッシュペンの黒にアルコールマーカーをにじませると青くなってるんです。ほんとだ。面白い。これ絶対に意図してる反応じゃないけど面白い。アナログ画材ってさ、まさかここがこんな反応するとはみたいなね。なんだっけ、洗濯で落ちるさ、墨汁。最高だよね、あれ。そう、あれを水でね、ちょっとぼかすと青くなるんだけど、もうそれを青色のインクとして使ってらっしゃる作家さんとかもいらっしゃるから。そう、あれ僕たちも初めてやった時さ、感動したよね。可愛すぎて。おもろーと思って。よし、でもまあそろそろさやさんは水彩の検証に走るよ。
走りな。この動画が終わらなくなっちまうからな。待って。ここでめちゃめちゃかっこいいさやさんの立ち絵。自分で書くんだ。誰かに依頼しよう。ここで外注しよう。ここだけすごいここで委託するんだ。今まで夏目さんちって自分たちの絵に対してさ、委託したことないのに。ほぼ。ここでそのカードを切る。なんと。なんのことない動画のさ、なんのことない挿絵を外注するの。数秒だけしか出てこない。じゃじゃーん。待って、これどっちもブラシなんだ。ほら、女装ちゃんだよ、ゲンさんの好きな。すごい。ゲンさんそんなに女装好きじゃないって。ゲンさんの好きな女装ちゃんだよ。さっきのリアクションで刺してよ。なんかさ、なんか逆にさ、女装をする側のなんか胸中を考えちゃうとなんかね、女装ってすごい苦手なんだよ。だからこそだね。なんか嫌だなとか、恥ずかしいなとか思ってないっていうか、まあしゃがねえやろみたいなラインぐらいで考えられる男子がやってるのが一番好きっていう。そういう風に考えられる男子が多分相当数少ないっていうことはなんか同じ男子の体感として分かっちゃってるから、なんかすごいなんかそれに対してね、だからその男子にさやは希少性を見出してるわけ。確かに。その緑ください。待って、もうちょっと遊ばせてよ。まずいこれが圧だ。だんだん珍獣みたいになって今日楽しいね。今日楽しいね。なんかこちらダイソーの赤青鉛筆みたいな双子鉛筆。主義的にこの系の男子はチークもつけなければ頬をあからめてもいけないんだけど、イラスト的にはつけたくなっちゃって、自分の愚かしさが今胸にギュッときて、胸が痛い、苦しい。これが私が本当に表現したかったことなのか。私は自分に問いかけた。でももったいない重い動画になってきたの。これは照れてるわけじゃない。これはこっちの方が可愛いよっつって勇気を出して、この男子のことが好きな女の子が提案してくれたの。そうだけどそういう女子大体学校には化粧品を持ってこないので。確かに。じゃあファンタジーっちゅうわけ。ファンタジーっちゅうわけ。見て、この色の組み合わせ超可愛いんだけど、赤のバリエーションがさ広くて優しい、やっぱダイソーってさロゴが赤だからさ、たくさんこれでダイソーのマーク書いてほしいなっつって持ってるわけないだろ。赤いっぱい入れて特殊すぎるでしょ。かもしれないじゃん。どちらかというとピンクじゃないか、ダイソーって。赤じゃね。ピンクじゃね。ピンクだな。おい適当なこと言いやがって。たくよ、こいつをつまみ出せ。やめてくれ。というわけで無理やり文化祭で急遽女装をすることになったけれど、別にあんまり気にしてなくてやることに徹している真面目系地味系男子くんできた。そして今ならこの真面目系地味男子が女装しているところをドキドキしながら見つめている女の子をドキドキしながら見つめている女の子もついて3980円。しかし今この動画を見ている、今から30秒の間に今6だったけどお申し込みいただいた方はなんと、こちらのクソティッシュを付けして何なのマジで今日。何なの疲れてんの本当に。この子は、待って、この男子のことが好きな女子のことが好きな女子。そういい。それすごい好き。それすごい好き。結構この子文化祭とかでゴテゴテでもうやりすぎて、一人だけもうゴスロリみたいな、どんなセンスしとんねんお前みたいなぐらい、もうよくわかんないのもつけちゃって肩に。確かに、これ生きてるんだけど別に生きてるあの子ガチ、本当にやばい人みたいな感じになってるような子がその子を見つめてるっていう。だけどこの子のことをまた好きな男子もいる。めんどくさくなってきただんだん四角関係だけど、その男子は、こいつと仲良し。全てが丸く収まった。うわいや丸く収まってないから全然丸く収まってない。カクカクしてたわ。カクカク近々だわ。じゃあ次何次ってもう別になんか満足してるんだけど。ダメ私だって線が用意してきたんだからご覧ください。ほらじゃじゃーん。用意しすぎじゃない？ちゃんと用意してるでしょ線が。というわけで今回お試ししていく水彩絵の具はこちらがセリアの水彩絵の具パステルカラーで、こちらダイソーのウォーターカラーズで、こちらダイソーの持ち運べる絵の具12色セットです。まあそんなこと言いながら俺もちょっと鉛筆があるんですよ。でもあと何に使えばいいの？久々の100均画材いいってことが判明しただけなんだけどね。一旦ね、私さずっとさ水彩画でさ、ずっとっていうほどでもないけどさ、まあもうここ数年使ってる身なんですけど、恥を忍んで聞いていい？これ何？
知らないの？これ何？これ知らないんだ。知らない。蓋開けるやつ。待って入んないこともあこのサイズの蓋ある？る。ない適当言ったでも違う待ってでもあった。小学校の頃に、ガビ割りになって開かなくなったやつをグッて入れてペッてここで開けるってことをしたことがあるから、じゃあ蓋も開けれる？蓋も開けれるんだけど、もしかしたらこう筆置きとか。でもこのサイズの筆ある？ない。これ作った人もさ、なんか他のやつについてたから多めにつけとくかとかなったとかこれなんかね、あったよ。このキャップを開ける穴が開いてるパレットは僕持ってたことある。これだったら僕それ自信を持って言えたんだけど、ダメだ、何の謎も解けなかった。ちょっと恥を忍んで聞くんですけど、これご存知の方いたら教えてほしい。ちゅうわけね。夏目さん家の事務所に手紙で送ってください。すごい直送何でやろうかしら。残りガラスペンか。ガラスペンやってないもんな。やってないね。ガラスペンに行くか。これもセリアに売ってました。ガラスペン。これちなみに紙は先日の TikTok ショップで買ったプレミアム水彩紙残ってたやつね。を使おうと思ったんだけど、自分のデスクの近くにあった竹和紙を使っております。使ってないってこと？そう今違う、それを使用してまで言った瞬間に、違うな、あの瞬間私髪変えたなっていうの、新しいさやさんが誕生して。そういうことね。ガラスペン久々だな。みんなこの音が聞きたいんでしょ。だってあ、そうだ、マイクを近づけて。ラーラー、ほんと許されない。マイクが2つつながってる弊害が今出てきたこの音でしょ、みんなが聞きたいのって。こんなこといいな、できたらいいな、あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんな叶えてくれる、お金があるだけ叶えてくれる。資産家が未来からやってきたらさ強いけど相場を自由に打ちたいなはいそば粉10割そばです。やったー、うまいやつやん。これね、テーマがあるんですよ、すでに。何？上からベトベトしたものが落ちてきて嫌がってるメイドさん。それってさ、テーマっていうのかな？テーマっていうかシチュエーションかな。君の癖ってわけ？いや、全然癖ではない、別に。もうちょっと赤み欲しいな。急遽こちらのダイソーの持ち運べるやつを少し赤いただいて、あ、いいですね、いい出汁出てるよー。ガラスペンの先端適当にペン入れしていった時のたまりが可愛い。そういうのってあんまり女子に言わない方がいいよ。本当？怖いなおじさん何喋っていいか分かんなくなっちゃったなもうなんか全然問題ない。だから言ったじゃん、水彩紙絶対みんなさ買ってほしい。 Amazon で水彩紙って書いてあるやつをちゃんと買ってほしい。これ水張りもしてないけどすごいいいもん。めっちゃ綺麗じゃない？見て、ちょっと待ってね。見て、うちの子ね。うちの子なんか見てって言えないんだよな最近。最近ピテーなっちゃったの。見てって言えてたのにね。ピテー、はい。お、めっちゃいいでしょ。さやさんなんかさ、こういうターンの時急になんか自分のホーム来るのさ、なんか嫉妬に来る現在アナログってだけでホームから外れてんのにちょっと。でもゲンさんはさ、それでも輝けるから素敵だよね。いっつもそうやって思うよ。悔しいなって。本当に許せない怖い。今日この後なんかさ、すごい楽しいことしたいの。カービィのエアライド。それ最近ハマってんの。ゲンさんにさ、まんまと。そう、まんまとね、ようやくね成功したよ。これね、うちの娘の力もありまして、うちの娘がカービィ大好きになったんですよね。嬉しいね。カービィはカービィしよう、カービィしようっつってね。カービィねんねしちゃった、カービィ起きたよって、毎回ゲームを夜寝る前のやめさせる時の口実に、もうカービィ眠いってって言って僕スリープが出るまでコピー能力出すんだけど、スリープの、ね、出ると、あ、カービィねんねしちゃったって言うと、カービィねんねしちゃったねって言うから、カービィが起きる前に、スイッチのスリープをバンって速攻スリープさせる。ちゃんと文脈を作ってる。すごい。カービィ寝てくれるからね。そう、カービィちゃんと寝てくれるから助かるんよ。ね、ガラスペンめっちゃよくない？めっちゃいいね。楽しい。ガラスペンインクってみんななんか水彩みたいにやることも多いよね。そうだね。なんか要所要所さ、こう溶かして使ったりとかも、する人もいるけどさ、これなんか固まるぜ。これ水だったら溶けんのかな？マジで皆さん本当に水彩やるときは紙だけ用意してほしい。今度だからこれ永遠に出してないさやさんの水彩画講座を出さなきゃいけない。でゲイさんが1枚それで仕上げると。そう、頑張るよまた。わあ、もう全て忘れてるから、24時間でやったことは24時間続けて水彩絵の具を使った記憶はもう儚く散っているから私。でもね、ゲイさんはね、教えない方がいいと思うんだ。ああ、そうなんだ。そう、ゲイさんはやっぱりありのままで描いた方がさ、絶対いいと思う。俺の何が分かったのなんでそこで切れてんの怖いな。いやでもまあどうなんだろうね。
一回基本はちゃんと知った方がいいなって思いながら、結局その画材に対する慣れだろうなとは思うんだよね。落書き会になると僕ねやっぱ線画に走るんだよね。最近デジタルで描くとき線画をあんまりこう重視しない描き方にハマってて。あ、確かに最近よく塗ってますよね。そうなんですよ。だからなんかアナログのこのさ、時間になるとすごいどうしてもね線画いっぱい描きたくなっちゃって書き込みすぎちゃうみたいな。今年は動画外でもう動画にするとか、なんかそれこそ何にもみたいになんかこう企画、じゃなくちゃんと水彩画描こうっていうのが今年の漫画の原稿もいっぱいある中、そこも手を出すと。そういう確かにさやさん年始に言ってたもんな、足りないって私が、足りないよ。そうだって今年の目標6人に増えるだから私 そっちなんだねっていう。しょうがないよね。増えないとだってやっていけないし。そんで言うんだったら僕だって増えたいよ。ゲイナだってもう増えてんじゃん。増えてんだ。うん知らなかったよ。これ3人目だしこれ。今日2人目は今ね福岡でポップアップやってマジ俺たちの預かり知らんところでポップアップやられてることあるんだ。怖いね。お、めっちゃいいね色味。いやそうなんザンスのどうしちゃったのキャラ。もうすごく楽しい。もともとさ私自分のさ水彩やる時もさ、こういう感じの色でさなんかいろいろなかったことにするのすごい好きだからさ、いろんなものを合ってるね。でもこの2つで200円か、すごいなね。その絵の具何良くない？それどこのやつだっけ？これセリアとダイソーの合わせ技です。はい、すごいね。で水筆も100均のだもんね。これはあんまり関係ないやつだけど水筆じゃない方がいい。そういやこの辺にあったから水筆使ってるだけだから、皆さんはおのおの好きな筆を使いましょう。100均の筆はねちょっとねでも100毛均のがボ筆はロボロしちゃうからいまだにそれはなんかずっとそうだね。筆と紙だけはおすすめできないんだよな。絵の具はすごくいいけど。はい、ということで終わりました。はい、だいたい2時間ぐらいで2枚ほど落書きをしたわけなんですが、そうだ2枚描いた、はい、セリアとダイソーの画材で終えて、はい、こちらです。せーのドン。まあ相変わらずなんですけど、なんと対照的な絵でしょうか。さやのちゃんと水彩だね。いやそう、今回はなんかこう普段やる水彩って結構めちゃめちゃ重ねたりとかするんだけど、今回はこう線画メインのねさらっとした塗り方をしたい。これさらっとした塗り方なんだね、水彩で言うと。私の中ではね、でも結構この塗り方をする人が一番多いんじゃないかなって。でもなんか僕も見てて水彩画っぽいなって思うのは結構こういう感じかも。普段のさやの塗りって何重にも何重にも塗りまくって、あそうもう濃い濃いになってるんだけど、今回ちょっとあっさりめに。これもこれでいいですね。この2つの合わせ技、こっちがセリアの水彩絵の具パステルからで、こっちがダイソーのすごいなこれ。そう持ち運べる絵の具12色セットです。普段私がさ使ってるやつも固形水彩なんだけど、下にもあるんだ。そうそう、こうやって2段になってて、基本的にはこれで薄く塗ったところに、こういう濃いめの赤をこれで濃いめに溶かして、チュン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 って置くだけって感じ。めっちゃいいな。いやこれがいいよ。よかったんだ。この感じのがこんな100均で揃うのすごく嬉しくない？確かにパステル嬉しいよね。そう可愛い色味になるし、しかもなんか主張がやっぱ激しくないから使いやすいっていうのは。線画もいいね。赤鉛筆でやってるから。そう一番最初にベースで引いたのは別の色鉛筆なんだけど、これダイソーのこのツイン色鉛筆のこのコーラルピンク、赤に優しいね。このコーラルピンクとこのスカーレット、そうこの2色がね手厚くて、これお得で楽しいツイン色鉛筆。結構これメインで使って、水彩色鉛筆はこういうところ、ここになんか風合いでちょっとシャシャシャってやったやつを先っちょだけ溶かすみたいな使い方して、すごいなんか完全にさいつものお絵描きの延長版を楽しんだって感じね。いやすごい楽しかった。で背景はパステル、なんでこの3色セットなんだろうと思って。確かに個人的にはこれ不思議な色だよね。時期的に、ハロウィンの時期にかぼちゃ買い手でセットで売ってたけど、まあハロウィンが終わり終わりみたいな確かに売り時を逃し仕方なくセットになってるやつが突然いたみたいな、その可能性はあるな。でそんな気がする。この3色セットでこれで背景バーってやってちょっと溶かしてみたいな。でこれ楽しかったね。楽しそう。はい。僕はもうなんか、なんだろうねこれは。いやかっこいいわ。なんか全部使いましたね。ガラスペン使って一旦まずは線画をゴリゴリ描いて、多分最初みんなもやっぱり思ったと思うんですけど、結局潰すんだ線画みたいな。メイドちゃんでしょ。そうこれ一応メイドちゃん。なんか上から謎のものが液体が降って液体なのかわからないのが来て、なんか
嫌だなってちょっと思ってるこの子もやっぱりパッと見人間味なさそうだけど嫌だなっていう感情はあるんだね、なんか嫌だなと思ってますこの子は。これベースを潰してるね黒はオイルパステルの黒でもうグリッと潰してるんで、ね、すごいマットだよね。このオイルパステルのさ、そうそうそう、この混ざり具合がいいね。ただなんかこのオイルパステルやっぱりダイソーのオイルパステルなんで、若干安っぽいあ、そうだのでボソボソしてる。あ、そう言ってたね、ボソッとする。ただそのボソボソ具合がこのマットな感じにはなってるから、それはいいんだけど、ただなんかオイルパステルみたいなもうちょっとなんかこうねっちょりいろいろ混ざっていくみたいな感じよりは結構パサパサしてる感じ。粉っぽいですねちょっとね。であとは基本的にはもうセリアのマーカーとかをいろいろ使いながら簡単にこう陰影をつけたりぐらいに使って、であともうホワイトで指で伸ばして下の出た指、これセリアのなんかホワイトブラッシュペンみたいなのがあって、ブラシタイプで上に乗る感じだけどあんまり調子乗って乗せるとすぐ灰色になるよって感じなんですけどまあこれをなんか乗せたりして下のオイルパステルとちょっとなじませたりしてこんな感じになってますね。いや結構オイルパステルに負けて今先っちょが真っ黒これちょっともう使い捨てようぐらいの気持ちでやったんでちゃんと黒とは戦わせない方がいいですでもただね今回の一番良かったのは、セリアのガラスペン用インクが乾くと全然アルコールインクあ、そう、それ結構意外だった、だからペン入れとかガラスペンとかつけペンでペン入れした後に上からアルコールインクで色が塗れるので結構これいいですね、よくアクリリックインクとかでそういうのやってる人はいると思うんだけど、これセリアのでもいけるんだっていう。これ染料インクなんで多分そうアルコールマーカーと喧嘩するかなと思って、私1枚目の方を先にアルコールマーカー塗ってから、これでペン入れするっていう。あ、これ女装男子ですね。はい、あ、そうだ、1枚目ね。女装男子のことが好きな女の子のことが好きな女の子でしょ。そうややこしいねややこしいこの2人なんか似たような感じになっちゃったな。姉妹感あるな。双子感もあるなね。なんか今日こういう気分だったんですよね。あ、そういう気分だね。私純然たる女子と女装男子でもさ、これマジで面白いなと思うんだけど、全然絵とは関係ないんだけど、夏目さんちやってる弊害がこの絵に現れてるの、僕たちの絵に。どういうこと？女装男子ってこと？いや、この壁の問題とかじゃなくて、いや、壁はもう壁なの、どう見ても。もう壁、お互い壁じゃん。ただのこの女の子全然なんかさやの普段の壁な感じしないけど。あ、そうそう、ちょっと優等生目指しちゃうから、みんなに可愛いって思われる絵描きたいと思って。すごい透けてるわかりますか皆さん？何？どっちかというと僕か、僕の方に夏目さんちのおかげで出ちゃってる癖があるんですよ。こっち見るんですよ絶対。ああ、そういうことね。てかなんかね、手癖で書くときってさ、多分こっち向くんですよね、右利きの人って。いや、そうだね、おおむね。夏目さんちをやってるせいでこうそう、ここで書くからなんか、こっちも左向いてこっちも左向いてってなんか全員こっち向いてるやんみたいな。あ、確かになんかある時から僕なんか深層心理がそうなったのか、こっち向くようになったんですよね。いや、ありがとう。私マジでこっち向きしか書けないから確かにさや落書きだとこっち向き多いよね。そう、てかなんかもうこっち向きかなり苦手意識があるから、あんまこういう一発書きだとちょっと書きたくないから。ありがとう。いや、これ夏目さんちは立ち位置が逆だったら、逆だったかもしれない俺たちっていう可能性はある。いや、でもなんかいいね。100均画材でも十分楽しく、そうだね。これに1枚目に至ってはもう紙から何まで全部100均画材だし。そうだね。あれ、こっちは紙なんだ。これなんかね、その辺に落ちてた。だから夏目さんちにいろんな画材が落ちてるんですよ。まあ確かにね。絵自体はもう完全にそうだね、シャーペンぐらいだよ。全部そうだね、シャーペン以外は全部100均画材なんで、いや100均画材楽しくなってますね、しばらくやんないうちに。素晴らしい、素晴らしい。これかも MVP 今回の私の。それで言うと今回の僕の MVP は、このガラスペンと、ガラスペン用インクとつけペン。つけペンね。でそれに対してさらにセリアのこの MVP 多いね。 MVP っていうかもうこれでいいこれでいいセット。でもみんなには言いたいんだけど、水彩画をやるときはちゃんと水彩紙って書かれてるやつを買ってほしい。そう、なるべく水彩画専用の用紙をそれだけは別で買ってくれっていう、なんかさやさんからの熱い言葉なので、それ以外を100均で揃えて、筆か。そうだね、あと筆ね。筆も他のところで揃えた方がいいね。いや、これかわいい、本当にかわいい。これね、ペン軸もね持ちやすいんだよ。触ってみ。いや、なんかさ、これもうほんとさ、昔子供の頃のこと思うとさ、まあね、100均で買えるんだね今ね。確かに昔なかったよね。なんかスルスルしてていいね。そう、ここスルスルしててね持ちやすいんですよ、すごく。というわけで、はい、じゃあ2025まあ 2025.6 みたいな 5.6 番100均画材大優勝。みんなも気になるやつを買ってみてほしい。ぜひ遊んでみてください。はい。多分まだねそんなに商品入れ替わってないと思うんで、多分あると思います。大体は。ちょっと今度3コインズとかもね気になるんで見てみましょう。やりたい。3コインズ行きたい。それ3コインズ行きたいだけなんです。行きたい。柿ピー買う。柿の種買う。画材買ってくれ。